は。早速始めましょう。向こうに見えているのは前回配信しました釣りをした時の金魚たちです。左から大きいの、黒いの、赤いの、白いの、そしてオレンジのです。今日と次回でこの金魚を作っていきます。今日は結びの第1回目ですので、一応基本のアワビ結びをやっておきましょう。これは30センチぐらいの水引きです。だいたい真ん中で右を上に重ねて輪を作ります。左側をくるんと曲げて交差したところを持ちます。起こすとひらがなの目みたいな感じになりますね。上側の長い方の水引きを持ちます。そして、この下の水引きの前を通ります。で、丸の中に3つ窓が見えてますね。今からそこを通します。この短い方の水引きの前を通しましたので、今度は後ろからになります。後ろ、前から引き出します。左右の輪を開くと真ん中の輪が小さくなりますので、軽く固定をして右と左と引っ張っていくとだんだん小さくなっていきます。3つの輪がそれぞれ同じ大きさだと綺麗ですね。これが創作水引きの基本になります。次は少し難しいですが大切ですのでやっておきましょう。四つ手のアワビ結びをします。これも30センチくらいの2本の水引きです。どちらか1本を先ほどと同じように真ん中で右を上に重ねて輪を作ります。今度はそれを90度傾けます。そしてもう1本の水引きを後ろから重ねます。軽く固定をして上側の端を持ちます。青い方の上側の水引きの前を通ります。青い方の下側の水引きの後ろを通ります。で、このサークル、円の中には窓が2つありますね。今からそこを通します。この青い水引きの後ろから通しましたので、今度は前からになりますね。前、後ろ、前から引き出します。そして4本の水引きを引っ張っていくとだんだん小さくなります。真ん中にアワビ結びができました。そして4つの手が出てますね。これが4つ手のアワビ結びです。立体系のものを作るときはこれが基本になります。では今から本番です。水引きはだいたい90センチですので2本使います。大体で結構です。半分にカットしていきます。そして、しごいていきます。
び結びを2つ作っていきます。さてここで淡路結びとアワビ結び2通りの言い方があることについてですが、どちらも正しいです。まずアワビ結びの方ですが、贈答の時に使うのし袋とかのし紙とかご存知だと思いますが、どちらも右上に長細い六角形の飾りがついています。その中にのしアワビが入っているんですね。もちろん今は印刷です。昔々アワビは不老不死の薬とされていました。その後縁起を担いでお祝いの時に贈答品として使われるようになりました。アワビ結びはこのアワビに似ていることから名前が付けられたそうです。で、淡路結びの方はナルトの渦潮に似ていることから命名されたと聞きます。淡路結びと言われる方が多いですが、私はアワビ結びと言っています。はい、アワビ結びが2つできました。これがちょうど金魚の頭になります。次回はこれをつなげていきます。